こんにちはなのだ。この動画ではゲームの動きを見ながらゲーマーには正直どうでもいいプログラマーのディープで細かすぎる視点からゲームの設計を深掘りしていきたいと思うのだ。今回はアフターバーナーをセガサターン、メガドライブ、ファミコンで比較をしながら見ていく。では早速見ていくのだ。まずはセガサターン版を見てみる。アーケード版と比べても全く遜色がない完成度なのだ。アフターバーナといえばこの回転がポイントであり、家庭用ゲーム機への移植の最大のハードルなのである。次はメガドライブ版を見てみる。セガサターンと比べると画面は少し寂しいが、しっかり地面は斜めに傾いている。そして回転もしているのだ。ファミコン版も見てみるのだ。なんと画面が傾くだけでなく回転もしているのだ。画面の寂しさからゲーマーとしての評価は低くなりがちだが、プログラマとして見ると正直メガドライブよりもインパクトは大きいのだ。現在では 3D で高度に描き込まれたリアルなゲームが当たり前だが、プログラマーから見ると今のハードならできて当然で、それよりもこの当時のアフターバーナーの方が技術的にはすごいなと思ってしまうのだ。まずはオープニングロゴを見ていくのだ。これはポリゴンを使った立体的な映像ではない。画面に映る全ての映像はあくまでスプライトによって構成される2次元の画像である。例えば球体を並べた数字の2の文字は縦 12× 横12、合計144枚の小さなスプライトを格子状に並べて構成されている。それぞれのスプライトは拡大・縮小が自由にでき、3次元の位置関係に応じてサイズを変化させながら配置しているのだ。疑似 3D の表現であり、ポリゴン性能がまだ一般的でなかった時代にどうすれば立体に見せられるかを追求した技術者たちの工夫の結晶といえる。次にメガドライブだが、セガサターンと同様にスプライトを使った表現ではあるが、スプライト性能は最大 32×32 ドットを最大80枚しか表示できないので、セガサターンのような贅沢はできない。そのためアフターバーナーの文字は背景を担当するスクロール A で固定で動かない。またメガドライブはスプライトの拡大・縮小はできないので、大きさの異なるパターンを複数用意し切り替える工夫をしている。それでも十分にアーケード版の雰囲気は再現されているのだ。そしてファミコンはメガドライブと同様に数字の2の文字はスプライト、
アフターバーナーの文字はバックグラウンドで表現しているが、なんとアフターバーナーの文字が動く演出をしているのだ。この赤枠の数字は背景の画面に使われる 8×8 ドットのパターンの番号であるが、高速に書き換わっているのがわかるのだ。スプライトは横 8× 縦16ドットを最大64枚しか表示できないので、数字の2の文字を表現する動く球体は16枚と少ない。ただし静止した瞬間にこの赤枠の部分の球体を背景で描くことでたくさんの球体があるように見せている。ゲームの戦闘シーンに進むのだ。疑似 3D だがかなりの立体感を感じるのだ。海の波や木や岩など地面は全て拡大、縮小、回転ができる大量のスプライトを引き詰めて描画している。この頃のセガはスプライトを大量に使うことで立体感を出すことに目覚め、他社と比べても極端にスプライトの性能が高かったのだ。右側の画面はスプライトを表示しない背景だけの映像である。セガサターンには画面を回転させる機能はあるが、アフターバーナーでは画面の回転は使用していない。回転しない画面で水平線の傾きや回転を表現しているのだ。実際の背景の画面はこの赤枠のような画像であり、この画像をラスタスクロールで画面全体に配置をしているのだ。この描画の方式はメガドライブも同じであるので、メガドライブの画面で説明をする。左下はゲーム画面で、左上はスプライト画面、右側が背景となるスクロール A と B である。そしてスプライト A の仮想画面となるプレーン A、スプライト B の仮想画面となるプレーン B となる。ここで面白いのが、水平線はスクロール B で描画しているが、スクロール B は斜めに傾いているのに、プレーン B は左半分が空、右半分が地面になっていて固定となっている。この回転はとてもシンプルな仕組みで実現されている。画面に表示した時の角ラインの空の広さに合わせて横方向のラスタスクロールでプレーン B の描画開始位置を指定しているのだ。少し角度を変えた場合ではこのようになる。地面と空の方向が変わっても同じ考え方である。このように回転していないのに回転しているように見せるトリックを考えついた人は本当にすごいのだ。細かな話なのだが、メガドライブではプレーン全体で背景を描いて描画に使用しているのに、セガサターンではほんの一部しか描いていない点が異なる。これはメガドライブでのラスタスクロールの機能が角ラインを左右に移動させるだけであるのに対して、セガサターンは縦方向の指定もできるので、小さな描画を全ラインで共用できるからなのである。次にファミコンなのだが、これは超力技の技術を使っているのだ。この技術は MMC というチップを使って実現している。初期のファミコンのカートリッジにはプログラムの入ったロムとキャラクターのパターンが入ったロムがあり、それが直接ファミコン本体のチップとつながる。しかし大容量のロムを積むため MMC というチップをカートリッジ内に追加し、プログラムからの指示でロムを交換することで大容量を実現していたのだ。この MMC には多くの種類があり、このアフターバーナーには3ソフト4というかなりヤバい MMC を使っていた。左はゲーム画面であり、ネームテーブルがその背景で1と2が縦に並んでいる。ネームテーブルの右の数字はネームテーブルに並べるパターンの番号である。
そして右下がネームテーブルで使うパターンの一覧である。一般的な MMC ではカートリッジ内のこのパターンの一覧が格納されたキャラクタロムを交換している。しかしサンソフト4はこの機能に加え、本来 VRAM を使うネームテーブルにキャラクタロムを割り当てることができるというすごいことをしているのだ。2つのネームテーブルの容量は合計で 2KB であるが、ファミコンの処理性能ではフレームごとにこんなにスムーズに書き換えることはできない。そこで回転に必要な全ての組み合わせのネームテーブルの構成をキャラクタロムに入れ、キャラクタパターンと合わせて交換をしているのだ。この交換は交換するキャラクタロムの番号を書き込むだけなので CPU や PPU への負担はないに等しい。ここは今回の調査で最も驚いた仕組みなのだ。最後に谷のステージを見ていくのだ。セガサターンは地面以外の全てをスプライトで描画している。余裕すら感じられる安心の高性能である。メガドライブもセガサターンと同じ仕組みで作られている。ファミコンは壁が大きく迫力があるのだが、これも谷間を飛ぶ際の全ての組み合わせのネームテーブルの構成を用意し交換をしているのだ。鉄塔やトラックはスプライトである。今回の調査のために自作のエミュレータにサンソフト4の MMC を実装したのだが、ネームテーブルを切り替えるという発想がすごすぎて仕様を理解できなかったくらいに驚いたのだ。今回はこれで終わりなのだ。次回はまた別のゲームを見ていきたいと思う。では今日はここまで。バイバイ。